不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。これは以前も登場した霊媒師の三田さんからいただいた人形に関わるお話です。ある日、三田さんは同じ霊媒師をしている中村さんから助けてほしいと相談を受けたそうです。以下その中村さんのお話になります。ちょうど1年ぐらい前に霊媒師をしていた中村さんに仕事の依頼が入りました。その依頼者はある東京都内のお寺の住職さんでした。住職は、供養できない人形があるんだが、お宅のところでお祓いとかしてない？そう言ってきたそうです。中村さんはその住職のぶっきらぼうな言い方を最初はかなり失礼な方だなと思いました。でも中村さんは人形供養は経験が豊富で得意の分野だったのです。そして中村さんのご主人も霊媒師なのですが、ご主人は呪い系が得意でした。ですから人形に関するトラブルの解決には常に良い結果を出せていた中村さん夫婦でしたので、即住職の依頼を受けたそうです。どのような内容かにより費用も違ってきますので、まずは見積もりをするためにお寺に行くことにしました。当時中村さん夫婦には幼稚園児のお子さんが一人いて、また中村さんは2人目を妊娠中だったそうです。すぐに上のお子さんを預かってくれるところも見つからなかったので、今回は見積もるだけですので一緒にお寺に連れて行くことにしました。中村さんは神奈川県に住んでいたので、その都内のお寺までは車ならすぐのはずでした。ところがその当日です。家族3人ご主人の運転する車で家を出たのですが、間もなく突然の豪雨に見舞われたそうです。まさにゲリラ豪雨という感じで、そのせいかひどい渋滞や事故にも巻き込まれてしまいました。中村さんは、行くなと言われているんだなと直感的に分かりました。それでも霊媒師の血が騒ぐのか、負けてなるものかと意気込んでいたそうです。そして30分ぐらい余計にかかりましたが、そのお寺に無事到着できました。その時雨はさらに強く降っていました。中村さんに緊張が走り、いよいよかと覚悟したそうです。お寺の正面に車を止めると、お寺の敷地内から住職が待ち構えていたように傘を差しながら出てきました。そして挨拶もほどほどに、こちらに車を止めてくださいと言ってお寺の駐車用スペースに案内してくれました。さて中村さんの霊視はすでにその時から始まっていました。住職の目を見た瞬間、中村さんは、ああもうこの人の目はぐるぐる回っていて正気ではないなと思いました。そして住職が差し出した傘を借りて、家族3人大雨の中、急いでお寺の中に入ったそうです。傘を借りてもこの大雨ですから、3人とも服はびしょ濡れで、それを見かねた住職がタオルを貸してくれました。ただそのタオルなのですが、中村さんは嫌な匂いがすると思いました。きれいに洗濯されたタオルにもかかわらず、何とも言えないカビ臭いような悪臭がしました。これは多分普通の人でしたら感じない匂いで、中村さんのような能力のある方だけがわかるものだということでした。ですから中村さんは、なるほど、ここはもうかなりの霊障を受けていると感じたそうです。中村さんたちはお寺の接客の間に通され、お茶で一息ついて早速本題に入りました。まず中村さんが単刀直入に、供養する人形はどれですかと住職に聞きました。すると住職は、ここにはなくてですね、これから取りに行くんです。という妙な返答でした。それはどういうことですかと聞くと、供養してほしい人形は確かにここにあるんだが、一つは仏像なんだよ。その仏像は別の場所に保管してあるんでね、持ってこないとならないんです。という説明でした。
中村さんは供養してほしいものに仏像が含まれていると聞いて、住職の目が正気ではないという印象は正しかったと思いました。さらに住職は続けて、その仏像は人を呪い殺すんだよ。すでに30人はやってるぞ。と不気味な表情を浮かべて言いました。中村さんはこの大きなチャレンジに身構えはしましたが、内心不謹慎にもワクワクしたんだそうです。霊媒師の腕が鳴るというのでしょうね。そして住職は、うちの寺の者が今その仏像を取りに行っていますから、先に他の供養してもらいたい人形を見積もってもらっていいですかと言い、その他の人形がある部屋に案内するというのでした。そこで全員立ち上がり、中村さんたちは住職の後をついていきました。そしてお寺の長い廊下を歩き、目的の人形の部屋の前にたどり着きました。すると突然、中村さんのお子さんが火がついたように泣き出し、嫌だーと叫び出したのです。それも収拾がつかないくらいのひどい泣き方で、仕方なく中村さんは子供と客間に戻り、旦那さんだけ人形の部屋に置いていくことにして、住職も戻りました。そこで早速旦那さん一人、そっと中に入り、調査を始めたそうです。さて、客間では旦那さんが戻ってくる間も、お子さんはなかなか泣き止んでくれず、中村さんは抱っこをしながら何とかあやしていました。しばらくして旦那さんが部屋から戻ってきました。そして中村さんを見るなり、意味深な顔で、見に行ってみて、と一言だけ言ったそうです。中村さんはすぐそのサインを見逃さず、あれ何かあったかなと察しました。そこで泣きじゃくるお子さんを旦那さんに託し、中村さんも人形が待つ部屋に向かったということでした。また暗い長い廊下を進み、人形の部屋の襖をそっと開け、薄暗い中に入ったそうです。そこには50体くらいのさまざまな人形が並べてありました。そしておのおのに雑にお札が貼られていたので、中村さんは思わずうわっと声を上げてしまいました。するとその声に反応して人形たちが一斉に中村さんの方を向いたそうです。それは霊媒師の中村さんだから見えていた光景でした。こういったことに慣れている中村さんでも50体が一斉に顔を向ける様にはびっくりしました。そうは言っても仕事ですから、すぐに我に返り見積もりを始めました。一つ一つ霊視しながらお祓いの対価を決めていったそうです。そして一体のフランス人形の前に来た時でした。それは中でも特に霊障がひどい人形でした。そこでさらに霊視の目でよく見ると、中村さんはおやと思いました。そのフランス人形の口が動いているようで、さらによく見ると何かを伝えようとしていました。最初は読み取れなかったのですが、霊耳、つまり霊を聞く耳で聞いてみると、逃げて逃げて逃げてと言っているのでした。ぎょっとして中村さんはどうしてと聞いてみたそうです。するとその人形は、私たちは人をここに閉じ込めている。私たちは霊感が強い。だから供物で捧げられている。と言ったのです。こういう状況に慣れている中村さんは冷静でした。人の魂が閉じ込められていることは分かったのですが、どうしてそうなったかの因果関係を探るため、過去を霊視してみたそうです。するととんでもないことが分かりました。人形に閉じ込められた人は霊感のあるもので、多くは年若いもので、このお寺に取り付くものにおびき寄せられたようでした。中村さんはこれはすぐにここから逃げなくてはと思ったそうです。
そこで急いで旦那さんとお子さんが待つ客間に戻りました。すると旦那さんも直感的に不吉な何かを感じ取っていたようで、中村さんの顔を見るなり即帰ろうとだけ言いました。そこで住職に子供が泣きじゃくっているので今日はここで帰りますと伝えようとしました。すると住職がかすかに薄笑いのようなものを浮かべて、すでに仏像はこちらに到着していますと言って続き部屋を開けたのです。そこには朝縄で結界が張られ、その真ん中に一体の仏像が置いてありました。それを見た瞬間、中村さんの全身に旋律が走りました。これは最も不吉なものの中の一つで、人が手を出しては絶対いけないものでした。その仏像の中には落ち紙、しかも悪神とされる紙が入っていたそうです。中村さん夫婦が呆然と仏像を見ている中、お子さんだけはただただ泣きじゃくっていました。すると住職がそのお子さんに向かって聞こえるか聞こえないかの声で、腹のガキかお前のどちらがいいかなと一言つぶやいたそうです。中村さんの耳には確かにそう聞こえました。もうその時は内心パニックでしたが、住職に悟られないように取り繕い、後日また連絡すると約束し、早々に中村さん家族は自宅に帰ったとのことでした。それから間もなくでした。中村さんのあと2ヶ月で生まれるはずのお腹の赤ちゃんが死産という形で亡くなりました。中村さんは自分の死産した子供の魂はあのお寺の人形のどれかに閉じ込められているか、仏像の供物にされたのだと確信しているそうです。なぜかというと、あの日一瞬でしたが、仏像の指がかすかに動いて中村さんのお腹を刺していたということでした。にわかには信じがたい話ですが、このお寺は今でも東京の某所にあり、普通のお寺として継続しているそうです。私はそれが一番怖いです。お寺の名前を三田さんは教えてくれたと思いますが、あえて聞きませんでした。それは興味を持ったりするのも良くないと直感で思ったからです。触らぬ神にたたりなしって言いますからね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。